竜電はここまで4勝5敗、翔猿は2勝7敗。竜電は2日目から4連敗もその後持ち直してきました。昨日は獅司に押し出されて5敗目となりました。一方の翔猿です。翔猿は2日目から6連敗で苦しむも中日に大正海に勝ちました。昨日は朝乃山に寄り切られ流れを作ることができませんでした。時間です。さあ一ついった翔猿はさまざまな技を持っています。ただ竜電パワーで押す。しかし翔猿長い相撲になっているぞ。長い相撲になっている。少し足を取られかけた。さあ四つに組んで場内から拍手。体格で踊る翔猿が押していく、寄っていく。翔猿の勝ち。長い相撲になりました。体格で勝っていたのは竜電ですが、ここで勝ったのは翔猿です。解説は中村親方です。中村親方、今の一番ですけれども、翔猿、粘り見せましたけれどもいかがでしたか。そうですね、得意の右とまだ左に、この辺り竜電はパワーでしっかりと押していこうというところだったんですが、そうですね、崩そうとかそういう動きも見えたんですけどね、常に俵を背負っているのが竜電、土俵の中心に背を向けている、土俵の中心にいるのが翔猿で、こうなるとやっぱ翔猿は攻めやすいですし、どのこれ予想されますか。2本こう刺すような、そういう動きでこう相手を起こしながら前に出てきますよね。非常に自分も対戦経験ありますけど、独特なこう押しを持ってますからね、そこをどう起こされないで攻めていくかというところが、この友風の一番、友風は一時は歩くことさえ難しいほどの大怪我を負いました。しかしこのように土俵に戻ってきました。時間いっぱいです。さあ御嶽海の押し、友風は耐える。友風は耐えます。ただ御嶽海が押してくる。勝ったのは御嶽海。やはりこの押し込み、御嶽海巧みなものがありましたが、今ここで物言いですかね。物言いがついてかもしれないですね。足は出ていないけれども、実質負けているという判断もありました。競技について説明いたします。行司軍配は御嶽海に上がりましたが、友風の足が残っているのではなくて戻りがつき、協議先が友風の足が残っており、行司軍配差し替えで友風の勝ちといたします。差し替わりました。友風が勝ちました。友風は連敗をここでストップ、4勝目を手に入れました。中村親方、この友風の相撲、改めて、差し替わりまして勝ちということになりました。っていうのが、このはたきにつながったかなと、押し込まれてもここでこう右手をつけながら、左手をつけ、右ものど輪でこう残して、翠富士はここまで3勝6敗、ちょっと思ったような相撲が取れていない。ここまでの翠富士はどういうふうにご覧になってますかね。星は上がってませんけどね、もうこの人はもう懐入って肩すかしだったり、もう素早い動きが、持ち味ですからね、そういうのはよく見られていると思いますよ。ちょっと攻略されてきたかなと。そうですか。軍配が帰りました。時間いっぱいです。さあここは翠富士、いろんな技を持っているが初山を押してくる。初山が押してくる。突っ張りを見せて、しかし翠富士土俵際、さあ盛り返した。さあ今度は要するに組んだが、それを嫌がった初山、土俵際激しく動く。ここで組み合いました。さあ翠富士は下手からどうでしょう、まわしをつかみに行きたいが初山が取らせない。さあ翠富士、右の下手、初山はこの右の上手を取って、翠富士なかなかまわしが取れない。初山は下手で翠富士のまわしを取っている。翠富士のこの右手をブロックしている初山です。また取りに行きましたが取らせない。初山が頭をつけている、さあここは土俵際ですが翠富士意地を見せました。
長い長い取り組みになりました。翠富士は何回も回し取りに行きましたけどもね。みんなまわしを取りたてが初山の左の前みつを右からうまく攻めてたんですけど、身長差があって、身長の高い方タイミング、そしてこの出す幅が少し少なかった。ここから押し込んで最後は土俵、もしくは左四つも相撲取れるんですよね。左が攻めの起点ですよね。腰も安定してますし、いい相撲多いですよ。今場所は欧勝海はちょっと体に負担をかけないように速い相撲を心がけたいというふうに話していたんですけれども、やはりこの15日間の体の使い方というのを意識しているそうですね。そうですか。これどうなんでしょう。この10日目ってなるとやはり体への負担というのはかなり変わってくる部分。自分はあんまり感じなかった。あ、そうですか。さあ時間です。軍配が帰りました。さあ勢いよく当たっていった阿炎はこの高速の突きがあります。突き出してくるが土俵際だ。この阿炎8勝目。阿炎が自らの持ち味存分に出してきました。鋭い踏み込み、これで8勝目となりました。阿炎は勝ち越しを決めています。左の前みつ狙って、かかったんですけどね、切られて疲れたんですけど、やっぱ阿炎の突きを下から起こして、今日もこの左側の攻めはいいんですよね。やっぱちょっと左の突きを阿炎がうまく右から土俵際で外した、そこがこの逆転につながったんですけど、ただもうその内容に関してはもうずっと欧勝海が良かったですね。そうですか。欧勝海としては自分の相撲が取れていたが、ここで星を落とすことになりました。ずっと腰痛が持病で持ってますからね。合計4回手術をしたことがあるという千代翔馬。千代翔馬ももともとは猛稽古を積むスタイルだったそうなんですけれども、ちょっとこの対して新入幕の朝白龍、初顔合わせです。さあ千代翔馬が低くいったが朝白龍が喉輪、そして後ろを向いてしまった千代翔馬。ここは千代翔馬が勝ち。テーピングが少し気になるところですけれども、朝白龍のこの喉輪突きをものともせず千代翔馬が見事に星を取りました。ちょっと心配な部分はありますけれども、踏み込みも良かったですよ千代翔馬は。この左からの突きで朝白龍がバランスを引き締まった肉体っていうのはどんな強みを発揮するんでしょうか。体の大きい力士、朝青龍、小兵ですからね。やっぱりパワーで、負けないように、すごい体してますね。趣味トレーニングですからね。そうですね。大学の後輩ですけど。そうですか。筋トレ大好きですよ。毎日腕立て1000回以上というのを小さい頃から習慣として続けているそうです。さあ錦富士に対して、さあ朝青龍下から行く、体を預けていくが軍配は朝青龍に上がっている。場内少しざわつき。どうでしょう。かなりですね。これは軍配通りですね。今日はもう朝青龍の立ち合いの当たり良かったですね。もう鋭く強く当たって、錦富士は得意の左を差したのがもう金峰山の絶対やりたくなかったですね。そうですか。嫌ですよ。嫌でした。相四つ、朝乃山と相四つ、右四つの相四つなんですけど、多分金峰山ついていくでしょうね。それをどう自分の形に組み止めるか、というところだと思うんですけど、これ2人対戦ある金峰山がどう改善してくるかというところも見どころですね。そうですね。さあ時間です。手をついて
これは朝乃山が少しすいませんというふうに周りに頭を下げます。いやもう一度取り直し、呼吸を合わせて両者の呼吸が合ったタイミングで取り、さあ朝乃山パワーを持っていく。さあしかし金峰山まわしを取っている。さあここは朝乃山が、これはどうだ、土俵際朝乃山の勝ち。金峰山の規格外のパワー、朝乃山見事に抑え切って勝ち星。朝乃山はここまで素晴らしい場所、7勝目を手に入れています。幕内の舞台に帰ってきました。いや中村親方、この立ち合いの部分、朝乃山、金峰山のパワーのぶつかり合いでしたけれども、そしてまわしを取ってというところ、土俵際の攻防いかがでしたか。始まって今早く抜け出したいともちろん思っているでしょうし、そうですね、はい、この流れをもう一度引き寄せなければいけない欧勝馬です。一方の琴勝峰、去年の優勝もありましたが、気持ち新たに今年の初場所、軍配が帰りました。時間です。おっと、ここは琴勝峰突っ込んでいってしまいました。欧勝馬の勝ち。欧勝馬がはたくような形です。これで欧勝馬は連敗をストップとなりました。欧勝馬はなんとか今までの流れを、勝負は一瞬でした。琴勝峰としては低くいったところだったと思うんですけれども、ちょっと変化を見せました。そうですね、はい、変化はタイミングなんで、はいね、そうですね、手足長くて、はい、前さばきうまいですからね。この体格に差がある両者ですけれども、この体格では小さい藤ノ川、先ほど相撲では体格小さいことは重心も下がるし有利なこともあるというふうに話していましたけれども、藤ノ川はどういうふうな攻め方を獅子に対してしていけばいいんでしょうか。いやもう思っていることを全部やるだけじゃないですか、もう見て反応で、はい、あんまり考えて相撲取らないですからね。そうですか。もう反射と反応で相撲を取るから、だから面白いんですよ。勝負は一瞬でつくかもしれません。軍配が帰りました。時間です。さあ思い切って当たっていった。しかし獅子のパワー、しかしここで粘りを見せている藤ノ川の柔軟性もある。さあ藤ノ川まだ負けていない。藤ノ川を押される、藤ノ川を押されるが、ここは獅子のパワー、最後は吹っ飛ばしました獅子。土俵から消えていったのは藤ノ川。反応で反射にぶつかっていきましたが、最後は獅子のパワーでした。前傾姿勢で相撲を取ってくるんで、で最初も当たった瞬間は獅子の方が低いですしね、この土俵際の藤ノ川の肩すがし気味の回り込みにも獅子はこうついていきますし、でその後もこう藤ノ川を起こして、で圧力をかけてたくない攻め、本当に嫌がる相撲を獅子は取りましたけどね。ただこういう負け方をすると、ことができるかという平戸海です。一方の時疾風、時疾風は、この一時は教員を目指してね、東農大に進んだんですけれども、そしてプロ入りしたことで刺激を受けて、この大相撲の世界に飛び込んできました。時間です。さあ平戸海、さあ自分の形に持っていく土俵際、いやー平戸海、ここは自分が得意な相撲を見事に出し切りまして、見事に勝ち星を拾いました。時に出し切りまして見事に勝ち星を拾いました。時疾風はちょっとなすすべなく、
中村親方、この平戸海、自分の得意な形、両者ともに喧嘩四つなんですけどね、平戸海が右を二子山部屋の力士はみんな、幕下力士も以下の力士もみんな人気ありますよね。人気ありますよね。すごい声援なんで、なんか部屋の裏側とかもね、ちゃんこの様子とか見られたりして、ちょっと楽しいですよね。大野勝はモンゴルの出身、ローガはロシアの出身です。軍配返りました。時間です。ローガがちょっと突っ込んでしまいました。少し呼吸が合わず、さあローガが、ここ左で取っているか、大野勝が決めている。まわしを取って大野勝の勝ち。ここは大野勝の、この立ち合いの技術というところもあったと思いますけれども、その大野勝の良さというのはこの取り組みではどうでしたか。ローガにまわしを先取られて、得意の左の前みつを取られても、この左の前みつを使わせないですよね。両腕を決めるように、そうですね、確かに、ただ無事これ名馬ではないんですよね、強いから。そうですか。頑丈な体、あとは相撲もやっぱ押し相撲なんで、どんどん前に攻めていく相撲がなんか狙ってんじゃないですか。2人の話も聞いてみたいところです。軍配が返りました。時間です。今度言っときます。肌荒れ大丈夫かって。さあ玉鷲、しかし正代も押してくる。玉鷲も押していく。ここは玉鷲、41歳玉鷲、まだまだ衰えることを知らない。しっかりと自分の形、突きを繰り出していきました。玉鷲はこれで4勝目。この立ち合いは正代が少し押していったように見えたんですが、玉鷲は踏み込んでいかなかったんですよね。自分が起こさこの日大相撲部では首相、そして個人タイトル4冠の成績も収めました。この美ノ海は高校大学ともずっとこの世代のトップでしたからね。そうですね。大相撲の世界入ってちょっと苦労してましたけどね、本当ここ数年で本当花がもう一回開きましたね。さあ時間です。ここも少し呼吸が合わず、気持ちめちゃくちゃ分かりますが、豪ノ山当たり強いんで先に立ちたいんですよ。さあ当たっていった。豪ノ山パワーについていく、しかしどうだ。豪ノ山最後は力で押し切った。立ち合いの部分、中村親方どうでした。いい前みつの位置を引いたんですけどね、美ノ海は。ただそういう圧力ですね。この前みついいとこ引いてるんですけどね、引きつけさせないんですよね、これ起こして。大きく勝ち越していますね。この宇良はさまざまな技ももちろん持ち合わせています。大栄翔は、今場所はすでに金星を挙げています。そして先場所も2桁勝利がありました。大栄翔、パワフルな回転もあります。さあ宇良低くいった、がここは軍配は大栄翔だ。叩かれる形になりました。物言いがつきました。物言いつきましたね。軍配は大栄翔に上がったんですが、ここで物言いがつきました。確認じゃないですかね。
軍配は大栄ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は大栄翔有利と見てあげましたが、同体ではないかと漏れがつき、協議した結果、宇良の手が先についており、行司軍配通り大栄翔の勝ちといたします。行司軍配通り大栄翔の勝ちとなりました。宇良はこれで1勝9敗、少し苦しい今場所となっています。大栄翔はこれで4勝6敗としています。合い口の悪い大栄翔に対して思いっきり当たっていって圧力をかける、いつも大栄翔もろ手突きでいって宇良を懐に入れないようにさばくんです。強みってのはどういったところに感じてますか？左四つの肩持ってますよね。何よりこの相撲に向き合う姿勢が自分はもう大好きですね。そうですか。アマチュア時代から知ってますけどね。探求心もありますし、形を持ってますね。瞬発力があって相撲 IQ 高いですよ。相手によってこう出方を変えたりとか。そうですね。さあ軍配返りました。時間です。さあここは白鵬を起こされる形になったが、上手を取っている。白鵬上手を取っている。さあそして若隆景まわしを取っているが、いや体が大きい若隆景、まわしを取ったまま、いやここは若隆景納得の相撲、場内から大きな拍手です。白鵬富士は何度も若隆景上体を起こそうとしました。最後まで粘り切りました若隆景です。これで5勝目。ただいまの決まり手は寄り切り。取って、途中上手ひねりから頭をつけて、この差し手を殺すっていう、技術面で今日は若隆景が上回ってましたね。一枚回し握られるとやっぱり白鵬富士も左差したらしぶといんですけどね、この左の差し手を使わせないように読んで陣のことファンサービスをするときにこう結びの後だとちょっと混んでしまうので早めにこう、そうでしょうね、話をすぐ分かりました。それ本当にこうファンサービスもすごくこう一山本は大事にしている力士なので。いやだからっつってそんな混むから早く帰るなんてちょっと、マイナス一山本ですね。マイナス一山本、マイナス一山本ですよ。注意しておきます。この日頃の行い、いや国技館の外のファンはいいんですよ。国技館の中のお客さんにはちゃんとファンサービスしないと。なるほど。さあ時間です。さあ若元春まわしを取りに行ったら取れなかった。さあこれはしかし若元春の勝ち。若元春はまわしを狙いに行ったんですが取れませんでした。しかし若元春しっかりと一山本土俵の外に押し出していきました。一山本は一山本にとどまりました。立ち合いのところ若元春はこれまわし狙いに行きましたが取れず、一山本はこれ上体を起こしに行きましたよね。いやもうそれが一山本なんですよ。白鵬富士、吉野富士って大の里の方がちょっと苦手にしてますからね、本当に面白くなってきましたね。熊本県出身の吉野富士、そして高安、何度も優勝に手がかかりながら悲願を成し遂げられていません。今場所は勝ち上げる強気に当たるシーンもありました高安です。軍配返りました。時間です。さあここは吉野富士、しかし高安リーチを生かして距離を取っている吉野富士、自分の相撲の形にさせてもらえない。そしてここは高安、吉野富士は自らの相撲の形出すことができず、高安の技術パワー上回りました。今場所は勝ち上げるシーンもありました高安。腰に大きな負担がかかっては高安選手どういうイメージというかどういう勝ち筋でこう立ち会っていったんですかね。2本差して懐に入るっていうのが、ベストな形なんでしょうけど、この突きをうまくこう跳ね上げて、あわよくば高安が引いてくれたら、霧島は先場所では11勝4敗で敢闘賞、
これは3回目の敢闘賞となりました。今場所8勝1敗、優勝争い一歩リードしているというところです。琴櫻のこの仕切り後の引き締まった表情、もうおなじみになりました。大関として勝ちを重ねていくべき存在になりました。霧島も大関に戻れるようにやっていくと話していました。軍配帰りました。時間です。さあ低くいった霧島、さあ琴櫻を収めている、腕を決めて、ただ琴櫻は霧島の回しを取っている。ここで外した。さあそして琴櫻を押す霧島の顔を上げる。しかし霧島はまだ諦めない。さあそして回しを取りに行った、下手から琴櫻、さあそして寄っていく、琴櫻土俵際寄っていく、琴櫻の勝ち。大関琴櫻実力を見せつけた。追い込まれてから霧島の粘りも素晴らしかった。しかし勝ったのは琴櫻。見応えがありました。最終的には琴櫻、そうですね、お互いにこう攻め手がなかったですよね。霧島得意の左差したんですけど、右手のこの使い方、琴櫻の左のこの差し手がちょっと窮屈だったのか、うまく懐につけず、ここもちょっと2人とも不安定なんですけどね、で右四つに組んだ時の琴櫻のこの左の手早かったですよね。ぶつかりましたね。こうやって胸が合ってしまうと、やっぱりしかも大関に両上手取られてしまうと、やっぱ足腰のいい霧島とはいえ、やっぱり見ていたましたね。力士だそうですね。もう憧れを超えちゃいましたね。勝っちゃいましたね。でもどうなんでしょうね、この青錦のこの状態を起こそうとするけれども、青錦は決して、自分の形をキープできる、その強さの源っていうのはちょっと知りたいですね。いや、稽古でしょう。しっかりとこの稽古量を積んで、そしてこの青錦自分のスタイル、一方の隆の勝、負けが込んでいてもメンタルが変わりません。時間です。さあ隆の勝を起こしに行く、隆の勝が起こしに行っている、さあしかし青錦少し顔が起こされているが、しかしここはただ土俵際粘っているぞ、少し長い相撲になっている。ここは青錦、隆の勝は青錦を起こしに行きました。何度も起こしに行きました。しかし力を見せたのは新大関青錦でした。いや、中村親方、一瞬顔上がるかなって思ったんですが、一瞬ですね。青錦は勝ち越しを決めました。今の取り組みポイント含めて、隆の勝ももう勝つにはこれしかないので、こうやって起こして青錦は起こされないように前に出ていって、こう懐に入りかけて攻めていって土俵際回り込まれたんですよ。青錦冷静でしたよね。慌てて攻め急がないで、少々そこから押されても体勢を立て直すまで、少しこう待って、で最後は手を手繰って崩して出るという、もう冷静かつ、的確な攻めをずっとやってましたね。一瞬顔が上がった瞬間があったけれども、そこからしっかり立て直してということです。3連敗は避けなければいけない。絶対ダメですよ。それは横綱で場所に出ている以上は、怪我をしているのがやっぱりそこは絶対にやってはいけないと。絶対にやってはいけないというか、この時点で優勝争いの枠から外れてるっていうこと自体横綱としてダメでしょう。だからもうこのままもう最後まで食らいついていくっていう、横綱が食らいついていくってそもそも表現おかしいですけどね、横綱なんで。でも本当気迫のある相撲ねから豊昇龍はこの冬巡業では左膝を痛めたということもありました。9月場所11月場所は優勝決定戦まで行って、結果
その優勝することができず、この悔しい思いを抱いて2026年にこの初場所に全てをかけます。対するは王鵬、高校時代からのライバル。軍配返りました。時間です。さあ豊昇龍、さあまわしを取っている、まわしを取っているが王鵬を抱え込む、王鵬を抱え込むが豊昇龍はまわしを取って投げに行く。ここは豊昇龍横綱の勝ち。連敗を止めました豊昇龍。まわしを取って自分の得意なスタイル。豊昇龍ここは意地で連敗を止めました。ただいまの決まり手は上手出し。彼の取り組みはいかがでしたか、ポイントとしては。豊昇龍が得意の右四つのに組んですぐ上手を引いて、こう持ち味で、右からの投げは強烈なんですけど、今日は左から上手からこう振って、王鵬もよくこう応戦したんで、今日は左からになったんですけど、ここは一つ、豊昇龍が、王鵬の力を利用して投げという形になりました。王鵬も、突きに行ったんですが、ここでまわしを取られてしまいました。先に上手を取らせたくなかったんですけどね。ですから中村親方が事前に言っていたこういうここまで6勝3敗の大野里、7勝2敗の熱海富士です。新しい世代を引っ張っていくこの大野里と、そして豊昇龍、共に刺激をし合いながら成長していきます。今日は豊昇龍は勝ちました。もう一人の横綱大野里です。集中した表情。対する熱海富士、熱海富士は開幕2連敗もその後破竹の7連勝でここまで来ました。立ち合いから注目ですね、この両者。熱海富士が大野里の右をどう攻略するかですかね。軍配返りました。時間です。今日の結びの一番。さあここは重力の2人、さあ大野里が押していくが熱海富士を決して負けてはない。さあ大野里取っているが、さあここは熱海富士も取っている。さあどうだただ大野里が投げられる。これは軍配は熱海富士、軍配は熱海富士に上がった。しかしここで物言いがつく。両者まわしは取っていました。非常に微妙な土俵際の攻防でした。熱海富士が勝てば2日連続の金星となります。取り直しかな。どうでしょう。ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は熱海富士を有利で見てありましたが、両者の体が落ちるのが同時と見て取り直しといたします。取り直しとなります。結びの一番、大野里熱海富士は取り直し。中村親方、その大野里はこういったところで取ってきているという話がありましたけれども、非常に微妙な判定でした。取り直しということになりましたが、大野里はどうですか、今の熱海富士と組み合いまして、そしてまわしも取りました。うまく取ったんですよ。最後ちょっと投げいったところが、呼び込むような形になって、刺したくないんですけど、相四つなんでどうしても刺されてしまうんですよね。だけど先に上手を引いてたんで、ただ上手を引くタイミング間違うと右半身のまま全部こう出足場に一気に持っていかれるんで、そこがちょっと熱海富士としては気をつけなきゃいけないですけどね。大野里は今みたいに攻めながら右を差したいですけど、これ取り直しの時って親方は経験もあると思いますけれども、気持ちはまた一つ新たにできるものですか。
新たにしなきゃいけないんでもうすぐ始まるからはい、さあ軍配が返りました。取り直しとなった結びの一番。さあ思い切って熱海富士行く。さあまわしを取りに行くがそのまま。さあここは大野里が熱海富士の勝ち。バランスを崩してしまった。熱海富士2日連続の金星。取り直しの末敗れたのは大野里。熱海富士は勝ち越しを決めました。しかし大野里痛恨。場内のざわめきは止まりません。横綱をいただきいいでしょうか。今度は大野里がこう右差しながら左も差すの立ち合い、大野里多分左の肩はそんなにこう重傷ではないと思いますね。そうですか。大野里がというよりも熱海富士が粘り強かったですよね。今回もちょっとこう左の上手を取りに行くような格好でもろ差しになりられかけたんですけど、左からこう振って突き落としに行く、この体を寄せるってことを大野里にさせなかったんで、反応が良かったのかなと。これも2本差した時にこれ持ってかれたなって思ったんですけどね、うまく回り込みましたよね。大野里の終わった後のこの悔しそうなアクションと表情。まさにやってしまったというふうなそういった表情、そしてアクションでした。不覚の3連敗。ご覧いただいたように大野里は敗れて6勝4敗、熱海富士は8勝2敗。優勝戦線に大きく前進しました横綱戦です。明日は藤ノ川との対戦が決まっている熱海富士です。さあお知らせご覧いただきまして、この後は中村